漫画家は嘘をついている。Bonjour tout le monde, moi c'est ペンダコ先生。この動画では漫画を描く上で漫画家がついている嘘を3つ紹介していきます。何も理由なく嘘をつくわけではありません。なぜ漫画家は嘘をつくのか。その理由を知ればあなたの漫画制作にも必ず役に立ちます。さあ、漫画家の嘘を一緒に見ていきましょう。セッパーティー。ペンダコ。私がお話しする嘘は全部漫画の絵に関わる嘘です。では、3つの嘘を1つずつ紹介していきましょう。 Premier mensonge. まずはこのページを見てください。どんな嘘をついているでしょう。同じアングルでフィギュアを撮ったのがこの写真。漫画では手のひらが一回り大きく描かれていますね。つまり大きさの嘘をついているんです。その理由は迫力を出すため。俯瞰の構図だと下半身が圧縮されて小さくなります。手前の手を大きく描くことで体の奥行きを強調しています。これがこのページの迫力につながっているわけです。他の例を見てみましょう。ブルーロックのこのコマ。分析してみると目の位置や大きさが極端にデフォルメされていることがわかります。キャラクターの表情を読者に印象づけるためにわざと変形させて描いているわけです。アナトミーやプロポーションが正しければ良いわけではなく、嘘をつくからこそできる表現を漫画家は行っているんですね。大きさの嘘について他の例を見てみましょう。進撃の巨人のこのコマを見てください。A と B のコマを比較すると B の方がズームアウトした絵になっています。それなのにキャラクターの大きさはあまり変化していません。なぜなら巨人に合わせて人物を描くと小さくなりすぎてしまうからです。もう一度ページ全体で見てみましょう。 B のコマでは奥に巨人とモブがいます。キャラクターの大きさを A のコマに合わせたら小さすぎて奥行きを感じづらくなります。大事なキャラクターとそれ以外のキャラの差をつけつつ見やすさを損なわないために作者は大きさの嘘をついているわけですね。進撃の巨人では見やすさや迫力のためにキャラクターの大きさがコマごとに微妙に違ったりしています。これは作画ミスではなくあえて演出として行っているわけですね。アニメのエヴァンゲリオンでも同じ理由でシーンごとに大きさが異なっていることがあります。次の嘘を見てみましょう。 Deuxième mensonge. 次は背景にまつわる嘘について。背景を描くときに考えなければいけないのはパース。1点透視、2点透視、3点透視。いくつもの方法を使い分けて漫画家も背景を描いています。ではこのコマではどこに消失点があるでしょう。一目ではわからないですよね。それもそのはず。実はこの建物もパースも嘘。アクションの迫力を出すために描かれた嘘の背景だと作者が語っています。背景とキャラクターをそれぞれ違うパースで描くことでアクションの迫力を強調しています。つまりあくまでパースは絵を描くための技術。不自然でなければ嘘をついてもいいんです。
Troisième mensonge. このページを見てください。何か気づくところはありませんか？実はこのコマとこのコマの間でライトの位置が変わっています。A のコマでは左から光が当たって右側に影ができています。それに対して B のコマでは右から光が当たっています。漫画では必要に合わせて光と影の嘘をつきます。漫画は白と黒しか使えません。だからライティングがとても重要な役割を担っています。他の漫画の例を見てみましょう。このコマではキャラクターの敵意を表すために目元に影を落としています。しかし次のコマでは影の落ち方が変化していますね。奥のキャラクターたちを強調するために手前のキャラクターには影を落としています。しかし目にはトーンが貼られていません。なぜなら奥を見たというアクションを読者に伝えるためですね。次のページのこのコマでは光の当たり方がまた変化しています。ギャグっぽい雰囲気を強調するためにライティングを変更しているわけです。つまり漫画家は演出のために光と影を操っているんです。正確な光と影を描くことよりもキャラクターの感情やシチュエーションを伝えることが重要なんですね。この動画を作ろうと思った理由はこれ。漫画家は演出のために嘘をつく。正確に人体が描けなくて悩んだり、背景を描くのが難しくて嫌になる時があるかもしれません。でも必要に応じて漫画家は嘘をついています。大事なのは何のためにどんな理由でその絵を描いているのかちゃんと考えること。もちろん基礎的な画力は必要です。絵の練習なんかしなくていいよと言ってるわけではありません。絵の正確さ、正しさだけにとらわれず漫画を描くのを楽しんでほしいと思っています。てんだこ。今回は漫画家が演出のために行っている嘘を3つ紹介しました。より迫力のある絵や分かりやすいシーンを描くためにいろんな工夫をしているわけです。そもそも漫画の演出って何？と疑問に思った方はこちらの動画がおすすめです。動画が参考になった人は高評価と誰かに共有してね。皆さんの漫画制作に役立てたら嬉しいです。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。アビアント。